おはいえなし。先日の配信でファイナルファンタジー14初心者の質問に片っ端から答えたので共有します。その前に新規企画の宣伝。ヒカトークスイッチ2新規勢編。最近14始めてドハマりしている初心者同士で集まって、14の何がおもろいか、どこに引っかかったか、今の悩みとか VC で1時間ぐらい喋り合いませんか？詳しい参加条件は画面を参照ください。応募は概要欄の Google フォームからどうぞ。皆さんの参加お待ちしております。宣伝終わり。早速本編どうぞ。赤魔同士にハマってきたんですが、高難易度では席なくてピクとかクロマに着替えなきゃダメって今もそうですか？高難易度の度合いによります。5区だったらどのジョブでも問題なくて、霊式も1、2層なら大丈夫。というか連続蘇生ができる赤魔同士が重宝されるぐらいです。ただ3、4層を初週で駆け抜けたいとかになると DPS が控えめな分不利になる場合があります。来年1月の白銀で全ジョブリワークが入るんで今は気にしなくて大丈夫です。採取生産商売着替えして遊ぶなどの戦闘以外の遊び方は遊び始めてそんなに経過してなくても十分楽しめるコンテンツなんでしょうか？採取生産は始めた頃とレベル100でやることに大差がないので、最初が面白ければ以降も面白いですし、ハマらなければ以降もハマりません。着せ替えとかは衣装のレパートリーが増えてどんどん楽しくなる感じかも。どれもまずは軽率に手を出して判断するのがいいと思います。友達が少し前から5区霊式に行き始めて、私は白で最新5区を初めて触ってみた程度です。それまではバーストとかヒールワークとかも何も気にしていませんでした。5区やるならこれぐらいは必要かもねって、ミゼリを定期的にとか2分で新速魔打ってとか、ここでベル置いたら楽だよとか色々言ってきます。5区コンテンツぐらいはそれくらいはやはり意識してやった方がいいでしょうか？ ID なら好きにしたらいいとも言われました。ID だったら好きにしていいですし、霊式なら意識すべきですが、5区はまさに絶妙なラインかも。ただ腐っても高難易度なんで、友人の言い方がこれくらい必要かもねっていうトーンだったら、自分がパンパンにならない程度に受け入れて取り組む方がいいと思います。とはいえ私自身も初めての5区はひどいスキル回しだったんで、今できてないからダメとは思いません。自分形から入りたいタイプなんですが、 PC でやる際にあったらいい便利デバイスをご教示いただけませんか？ウルトラワイドモニター、タボタンマウスまでは買いました。ウルトラワイドモニターとタボタンマウスがあれば十分で、っていうかすでに私より環境が整っています。厳密にはフレームレートが高いほど火力の理論値はわずかに上がるらしいんですが、14ではオーバーキルです。あとギミックのカンペを見るのにサブモニターがあるといいかも。こんばんは。後で優遇サーバー知ったんですけど、普通のサーバーだとレベル上げきついですか？きつくありません。むしろ優遇サーバーだと経験値が溢れて早くレベル100に到達してしまって、残りのメインクエストの経験値を他のジョブに回そうにも、他のジョブではレベルが低すぎてクエスト受注ができずで無駄になりがちです。結局メインクエ完走時点で得られる恩恵は大差ないので、普通のサーバーで問題ありません。はじめまして、現在行われている妖怪ウォッチコラボはやった方がいいですか？なんか争奪戦になっていてギスギスしてるんですが。14でメインクエ以外にやった方がいいと私が言えるのは初心者の館だけで、それ以外は一つもありません。ギスギスが嫌ならやらなくて大丈夫です。報酬がどうしても欲しい場合は青魔同士のスキルを控えてもらうとか、コミュニケーション取りながら進めるしかないです。ちなみに初心者向けに補足すると、妖怪ウォッチコラボではフェイトをやる必要があって、フェイトっていうのは各々がいい感じに殴らないとそれぞれが貢献した扱いにならずに報酬が獲得できないんですが、誰かが青魔同士の特定のスキルを組み合わせて使っちゃうと敵を瞬殺できてしまって、スキルを使った人以外が殴りで貢献する時間が取れずに報酬が得にくくなっちゃうっていう事象が発生してます。いろいろなジョブを育てるとカバンがいっぱいになると思いますが、その場合皆さんはリテイナーを雇ってるんでしょうか？リテイナーは無料で雇えるので雇ってる人の方が多いと思います。ただ私は捨てまくる派で、14に捨ててはいけないアイテムはほとんどありません。もし怖いんだったらアイテム説明のところに EX の表記がないものはマーケットで後から買い直せるので売るという基準もありです。 7.1 以降休止していたぜですが、最新パッチまで進めたら武器やギャザクラツール作成以外におすすめのコンテンツはありますか？5区はよく行くくらいにはバトル遊んでます。ライトヘビーまでは霊式固定してました。ピルグリムトラバースとバリアントダンジョンの最新版聴覚物語の2つがおすすめです。ピルグリムトラバースは従来のディープダンジョンより取り組みやすくて映えもあって評判が良くて、ソロで行く遊び方もあります。 PC でやってると毎回ランチャーでパスワードと2段階認証パスを入れるのがめんどくさいんですが、せめてパスワードだけでも記憶させる方法ないですかね？残念ながら公式の方法としてはないと思います。イエナスさんの動画がおすすめで流れてきて復帰を決めたです。コロナ前のプレイで 6,7 年ぶりの復帰なんですが、当時学者やっていてそれなりにプレイできたと思うんですが、現在のヒーラースキル回しや高難易度コンテンツのヒーラー事情についていけるか少し不安もありまして、新キャラで一から学者を目指して進めてるんですが、ここ数年で難易度の向上や難しい点など学者ヒーラー視点であったりするんでしょうか？難易度は上がっていません。むしろコンテンツの作りがカチッとして遊びやすくなってますし、全ジョブがシンプル寄りにリワークされ続けているので学者も例外ではないはずです。当時それなりにプレイできたなら今も問題なくプレイできると思います。種族による差はありますか？歩行速度や基礎ステータス、装備関係は種族によって決まってるなど。ありません。歩行速度は全く変わらず、基礎ステータスもほんの微粒子ほどの差しかないので誰も気にしていません。装備についても性能面で有利不利を被ることはありません。おしゃれ装備を中心に見た目の差は種族ごとにあるけど、体感でいいので種族ごとの使用率の割合を教えてもらってもいいでしょうか？ 7 年前のデータではミコッテが少し多くて、ルガディンとエレゼン、あとロスガルが少なめで、他は大体均等でした。海外ではララフェルが嫌われているのでララフェルの割合が少ないです。先週から復帰して1から始めました。過去にグレン実
スをすぐにやめちゃいました。当時はナイトと侍やっており、ストーリーメインでエンジョイ勢だったんでほぼ初心者みたいな感じです。今回は絶など高難易度コンテンツに挑戦してみたいと考えております。初心者が高難易度に挑戦する場合、どのロールがおすすめですか？またいくつかおすすめジョブを含めて教えてほしいです。今は暗黒先行で先ほど装填が終わったところです。5区から霊式へと順を踏んでいく前提だったら、どのロールどのジョブでも大丈夫なので興味があるジョブでいいです。厳密にはヒーラーは練習時に戦線を維持する責任が大きくてやや難しいですが、飛び越えられないほどの差ではありません。いきなり絶からという話であれば DPS が丸いんですが、そもそもいきなり絶というのをお勧めしません。バトルシステムについて質問です。アクションゲームは苦手でモンハンは攻撃が当てられなくて諦めたんですが、14はボタンを押せばどこにいても攻撃できる感じなんでしょうか？よろしくお願いします。おおむね合っています。敵にターゲットさえ合わせればエイム的な要素はなく必ず当たります。ただし射程の概念があって、近接ジョブは敵にかなり接近してボタンを押す必要があります。ヘビー級霊式2層に明日から予習済み初見で挑むんですが、白銀パッチが来るとその装備もゴミになると言われました。新式が来るとそうなってしまうんでしょうか？挑むことは経験値として今後生きていきますが、学者で行く予定です。その装備が最も強い装備ではなくなるという意味では言われている通りです。ただ挑むことは間違いなく経験値としていきます。14は最終的にはみんな同じ装備で強敵と戦う感じなんですか？それともジョブによって防具も武器も全てバラバラで、武器や防具に確率で付与できるエンチャント的なものがあってみんなと差別化できたりするんですか？最終的にはみんな同じ装備になります。新式装備っていうのがリリースされて横並びで強敵に挑む形です。武器や防具はジョブごとに分かれますが、装備するものはジョブごとに同じです。マテリアはありますが、結局ほぼ全員が同じものを装備するので、原神や名調のような上振れによる差別化はありません。昨日スイッチ2から始めたばかりなんですが、後々ゲーム内通貨は重要になりますか？人によるところがあって、多くの方にとってはそれほど重要ではありません。ただ高難易度をやるために装備を整える人、ミラプリ好きな人、ハウジングをやる人は途端にギルが解けるようになります。ジョブは最初から何でもなれる？それともクエストとかクリアしないとダメ？ドラクエみたいに上級職的なのはある？最初から全部はなれません。特定のジョブをレベル30とかレベル70まで上げるとか、蒼天のイシュガルドまで進めるといった条件で解放されるジョブもあります。詳しい条件はジョブ解放条件でググってください。グレンまで終わっていて初心者ではないんですが質問失礼します。最近踊り子を練習してるんですが、スタンダードステップはリキャごとに打った方がいいんでしょうか？私は分かりませんでしたが、視聴者から基本リキャ打ち、テクニカルステップと被るときはテクニカルステップを優先、バフは60秒なのにリキャは30秒だから分かりにくいよねというコメントが寄せられました。グレンに入ったばかりの初心者で申請終盤で大量に出てきた青クエのほとんどを放置してるんですが、全部消化した方がいいんでしょうか？私からメインクエ以外に絶対やれと言えるのは初心者の館とジョブクエだけなので、青クエで言うとジョブクエだけですね。ジョブクエはそのジョブの超大事なスキルが手に入るので、ジョブの実力を 100% 引き出すためにも必ずやってください。それ以外の青クエはやりたいコンテンツが出てきた時に逆引きで解放すれば十分です。始めたばかりでレベル28でストーリーで始めて4人パーティーのコンテンツをクリアしたんですけど、この先もこういうバトルがメインとなるんでしょうか？お使いはだんだん慣れてきて楽しいんですが、期待していたバトルがこれが複雑化していくだけだとモチベーションがきついです。もう少し様子見するのをお勧めします。新生の4人コンテンツはギミックの作り自体がラフで、多少おろそかにしても死ぬわけではないぬるさもあるからです。最新のコンテンツになるにつれ完成度が高くなる印象。想定編がもうそろそろ中盤に差し掛かったのでミラプレをやってみようと思ったんですが、専門用語やインターフェースが独特で全然意味がわかりません。いい動画などありますか？私は動画を投稿していません。ミラプリ周りマジでわかりにくいですよね。ミラージュドレッサー使い方とかで検索すると色々動画が出てくるので、その辺から見てみるといいかもしれません。赤魔同士のような50と100で基本的な動きが変わらないジョブと黒魔同士のような要素が増えて動きが変わるジョブがあると思うんですが、そのようなレベル50時点と100時点で動きの違いが激しいジョブティア表みたいなものはありますでしょうか？それともなければ作れる予定はありますでしょうか？そういうティア表は把握しておらず、作る予定も今のところはありません。ただそもそも基本的にレベル50と100で動きががっつり変わるジョブはないはず。例えば赤であれば2つのマナを貯めてたまに近接コンボをするっていう基本線にレベルが上がるといくつかスキルがトッピングするだけですし、黒であればアストラルファイアとアンブラルブリザードを切り替えるっていう基本線にやっぱりレベルが上がるとスキルがトッピングされるだけです。というわけでその視点ではあまり気にしなくて大丈夫です。先日スイッチ2でフリートライアル版をインストールしたんですが、インストール中に本体が発熱していました。いろいろゲームは買っていますが、インストール中に発熱を感じたのは初めてで起動するのが怖いです。スイッチ2版の携帯モードでプレイされている方に質問ですが、体感の発熱具合をお聞きしたいです。インストール中の発熱は確認していませんが、レビュー動画を作るために携帯モードとドックモードで確認した時は、携帯モードはびっくりするほど発熱せず、ドックモードはまあまあ発熱しますが異常な暑さではありませんでした。質問者の発熱の度合いを把握してないのであんまり無責任なことは言いにくいんですが、起動を怖がらなくて大丈夫だと思います。1日1回の高レベル ID のルーレットで最新の ID になればなるほどストーリーで1回しか行っていないため、ギミックがほぼ分かっていないため、そこに当たるとすごい迷惑をかけてる感じが半端ないです。最新動画で裸で武器だけ装備をして高レベルの ID 申請すると高レベルの中でまだ低い ID にマッチングしやすいといった動画を見たんですが、本当でしょうか？半分本当で、まずアライアンスレイドについてはわざとアイテムレベルを下げて低レベルのコンテンツにしかマッチングしないようにする抜け道が現在は使えません。一方でレベル
リングルーレットについては今説明した方法が使えます。ただそもそもルーレットで死にまくる程度を迷惑だと思わなくて大丈夫です。安心して死んでください。私は操術師で今プレイしてるんですが、操術師が楽しすぎてそれ以外のジョブをプレイする気は起きません。たくさんの種類のジョブに手を出した方がいいんでしょうか、それとも1種類のジョブを極めるだけでも大丈夫でしょうか。1種類を極めるだけで全く問題ありません。私も2年ぐらい黒魔同士しか使っていませんでしたが、十分楽しめました。実は私は根性版を買って何ヶ月かプレイしたんですが、復帰してもなぜか月額980円が適用されませんでした。他に条件とかあったんでしょうか。レガシー特典の条件は Q14 のサービス期間中から新生14の運用開始までの間にサービス利用料金を90日以上支払ったユーザーだそうです。なので90日に届いていなかった可能性があります。オーシャン釣りやってたらすぐ魚でリストが埋まります。売ってもお金にならないんですが、売ってしまってもいいものなんでしょうか。売ってしまって OK です。魚の使い道はハウジングの水槽に入れるのと魚拓にするぐらいで、それもその時にまた釣れば大丈夫です。また視聴者情報として、魚を直接売るよりも分解してから売る方が多少儲かるとのこと。アイテム選択して X ボタンを押すと分解するっていうコマンドが出てくるので、そこからアイテムが140個でパンパンになってしまったんですが、袋の拡張とかってありますか。フリートラ版でいろんなジョブをレベル上げしてる最中なんですが、どのような道具だと売っていいんでしょうか。袋の拡張はなくて140個が上限ですが、バディを解放するとチョコボにもカバンを持たせることができて、枠を70個追加できます。14のアイテムは基本的にどれも警察に売ったり捨てたりしてしまって大丈夫なんですが、それが怖ければ、例えばアイテム名の上に EX がついていないものはマーケットボードで買い直せるので売るという基準を使うかでしょうか。フリトラは負けボ使えないけど、正直 EX 付きも含めて売るか捨てて大丈夫です。はじめまして、先日スイッチ2で14を始めたんですが、よくいろいろな方の動画や配信に出てくる霊式や絶といったものがあるんですが、こちらはどれくらいの難易度になるんでしょうか。ごくガルーダはクリアしました。抽象的な質問申し訳ありません。もちろん人によるんですが、私の肌感覚だと最新コンテンツ基準で、まず霊式は1層から4層に分かれてるんですが、1層が8時間ぐらい、4層が20時間ぐらいです。絶はピンキリでマイルドって言われてる絶アルテマウェポンで15時間から20時間。一番難しい絶オメガ検証戦は100時間やってもクリアできない人がいるレベルです。マウスモードでカーソル速度を速くする方法はあるんでしょうか。速くする方法は見つけられませんでした。パッドでマップのカーソル移動速度を上げる方法はありますか。最近 PC 版と並行してスイッチ2版も始めました。 PC とスイッチ2版で同じパッドは同じ。速くする方法は見つけられませんでした。打足ですが R2 を押しながらスティックを動かすと逆に動きを遅くすることはできました。ほんとちょいちょい知らないことが出てくる。スイッチ2から14を始めたんですが、完全にソロでできると思い進めてきましたが、全王モグルのようなソロでは進めないクエストは多いですか。モグルはなんとかマッチングしましたが、かなりマッチングまで時間がかかったので今後進めようか迷ってます。質問者の方はマッチングに20分以上かかったらしいです。それは確かにちょっときついですね。 DPS で続けるなら人口が多いマナデータセンターへ移動してみるとか、あとは自分でパーティー募集を立てる、ビギナーチャンネルで助けを求めるあたりが手段です。今後データセンターをまたいでもマッチングすることができるようになるリージョン内マッチングが入れば改善するかもしれません。リア友とほぼ同時に始めて自分がドハマりしてしまい、早くも50レベルになりました。リア友は僕がおすすめしたイギラスさんの動画などを見る気がなく、無駄なサブクエなどを大量に受けてたり、ストーリースキップしまくってお使いしてる理由がわからなくて面白みを感じてないように感じます。無理やり動画を見ろというのも逆効果だと思い言ってませんが、早く追いついてほしいです。待っていた方がいいでしょうか。見守るのがいいと思います。人のプレイ習慣はなかなか変えられません。私自身買い切り型のゲームでは寄り道せずに突っ走る派で、今更サブクエまでやれとか言われても自分のスタイルで進めてしまいます。そもそもサブクエやるのを無駄って判断するのも質問者さんの価値基準でしかないですし、そこは自分がコントロールできる領域だと考えない方がいいかなと思います。ただ私の動画見ろとリア友に言ってください。コンテンツファインダーでマルチやってるとリミットブレイクを使う人を見たことがないんですが、なんか理由があるんでしょうか。単純にリミットブレイクを知らない人が多いからだと思います。リミブレのチュートリアル自体は一番最初のサスタ社入場時などにあったらしいんですけど、あそこ緊張してる場面だし記憶に残るわけないですよね。というわけで気にせずバンバン使ってください。初心者は何を目標にしていけばいいですか。まずはこのレベルまでいけばいいとかありますか。メインクエストの感想です。ストーリーを完走しないとコンテンツが解放されませんし、最新のコンテンツほど完成度が高いので遊べる幅という意味でも深さという意味でもここがボトルネックになります。で、完走後に何をするかっていうのは先日公開したコンテンツ紹介動画も参考にぜひ決めてください。リンクは概要欄にあります。地面に設置するスキルの使い方が分かりません。学者をやっていてレベル50ぐらいで置くスキルが解放されたんですが、途中で使ってもすぐ通り過ぎてしまいます。なんだか使いにくくて今は白魔同士やってるんですが、レベル52でアサイラムという同じようなスキルが出てきて困ってます。設置型のスキルはパーティーメンバーが立ち止まってる時に使うスキルです。なので ID で敵を引き連れて走ってる間は使わず、ある程度敵を集めて対峙した時とか、あとボス戦で使います。どんな時でも使うスキルではないと認識してもらえれば大丈夫です。ただ設置型のスキルはめっちゃ強いので邪険にせず使ってください。キャスで 7.5 まで終わった後サブキャラでタンクをメインにしました。木王が開いたところなんですが、初見詐欺だがタンクで来るのは初めてですって挨拶するとだるいですか。メインキャラのタンクは8人以上コンテンツに出したことがなく不安です。かといってガチ若葉と思わせるのも申し訳なく、だるくはないですが正直私はどうでもいいこと言ってるなって思っちゃうかも。タンク練習中ですとか、実際違うんだとしても若葉ですでいいと思います。ググレカスと言われそうですが、ポーションの上位版って
どこに売ってますか？申請エリアでお願いします。申請で買える一番いいものはハイポーションです。リムサロミンサ、ラノシア、グリダニア、砂の家とかその辺で購入できます。あと次のメガポーションは蒼天からです。ちなみにこの情報はポーション14で調べて、一番上に出てきたエオルゼアデータベースを頼りにしました。スイッチ2で復帰しました。ストーリーとジョブの冒険録を購入しました。レベル90からおすすめのレベリングはありますか？ルーレットのレベリングとアライアンスレイド、あとディープダンジョンのピルグリムトラバースがおすすめです。70から90ならボズヤなども選択肢に入りますが、90から100は今挙げたものが主軸になります。ありがとうございます。ゲーム内と関係ないんですけど、まとめ動画の音声は一人二役なんですか？質問者役がララさんなのかずっと気になってわら、これから他の14動画も拝聴させていただきます。はい、そうです。どちらも私で質問者役としてまず大声を上げた後、素の声で回答しています。これが一旦最後の質問なので少し雑談なんですけど、この形式ほんとしんどくて、一発で噛まずに喋れるわけないんで、一つの質問あたり3回か4回リトライして撮ってます。大声なんで防音室の扉も開けるわけにもいかず、30度以上の酸素薄い部屋で40分以上大声出し続けてるんですけど、終わる頃には軽い過呼吸になってます。なんでそこまでして大声を上げてるのか自分でもよくわかりません。ありがとうございました。以上、動画配信13回、延べ21時間を使って415問の質問にお答えしました。特に多かった質問は別途チップス的にまとめ直して動画化しますが、そういうお役立ち目線ではない雑感を最後にダラダラと。まず、14上ってなんやかんやでバッチリ初心者目線の改善してるんだなって思いました。例えば、1個前の動画で言ってた、ワンボタンでコンボできるジョブを使いたいって言ってた人、そういう需要やっぱあるんだって。ホットバーが足りないとか、それ以前にそもそも需要に応えるためのエボルブモードっていうか、確かに命中とか全ゼロとか、あとエンドフィールドとかでも通常攻撃ボタン連打で4段ぐらいまで発生しますからね。それと友達作りたいって人も大勢いつつも、ソロでやりたいってモチベで質問する人も毎配信大勢いたこと。マルチに慣れてる私からすると、コンサポなんて攻略時間かかるだけやろって正直思っちゃうんですけど、コンサポ対応できてなかったらこの人たち丸ごと取り込めてなかったって思うとゾッとしました。もちろん MMO らしさの希薄化っていう副作用はあるんでしょうけど、MMO っていうジャンル自体が存亡の危機に瀕している中、生き残りをかけてうまいこと一人でもみんなでも遊べるっていう塩梅を見定めてるんだろうなって思いました。質問配信を重ねるにつれて、面白いですかこのゲームとか、フリートラ版でいいですかつった製品選びの質問から、ジョブって1個だけやるで大丈夫とか、ギル余りどうすればいいとか、プレイ内容の質問に変わってくるのが楽しい。きっと 1,2 週間ぐらい置いて質問配信すると、今度は ID でこんなこと言われたんだけど私間違ってたのかとか、FC マスターがうんぬんかんぬんとか、対人トラブル系の質問が増えてくんだろうなと予想してます。もうすでにまとめブログとかでも、ごく未予習の初心者はメンタールール申請するなとか話題に上がってますしね。別にこれ皮肉とかじゃなくて、そういうコミュニティ内の学級会も MMO のゲーム体験だと本心で思ってるので、初心者の方は椅子にドカッと深く座って、そういうのも含めて楽しんでほしいなと思いました。14はクラシックなゲームなんで、今回始めた人がハマるかハマれないかっていうのは人それぞれではあるんですけど、プレイした結果どちらに傾くかは別としても、そもそも立ち上がりがよくわからんとか、そういう理由で脱落するのはもったいないなと思って、そこをケアした一心で取り組んでみました。ちょっとは役に立ちましたでしょうか。来月はパッチ 7.56、来年は大型パッチ 8.0、今後も込み入りがちな14のトピックを追いかけて解説や雑談していきますので、14を最大限楽しんでいきたいという方はチャンネル登録よろしくお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お告げなし。